安丸義雄、日本の近代化と民衆思想、第2編、民衆闘争の思想、第4章、民衆放棄の世界像、百姓一揆の思想的史的意味、その1、はじめに、一般に百姓一揆はその具体的諸欲求から見れば、幕藩制社会の存在を自明の前提として封建的諸負担の軽減を求めるものであり、その意味では反封建的なものではなかった。深谷克美氏が述べているように、百姓一揆はその要求の根拠を幕藩制社会の支配思想である人生のイデオロギーに置き、農民の立場からの人生、百姓、成り立ちを求めるものであり、その具体的内容が現実の封建的諸負担の軽減なのだから、その限りで百姓一揆は幕藩制社会の日常意識に根ざした闘争だった。ところが百姓一揆はこうした具体的諸欲求を非合法の暴力的手段によって支配者に強要するものなのだから、そうした闘争形態の側面から見れば、百姓一揆が幕藩制社会の秩序原理と根本的に対立するものだったことは言うまでもない。人生イデオロギーが幕藩制社会の支配思想だという場合、この人生は支配者によって権威主義的、権力主義的に実現され、維持されるべきものであり、民衆もまたそうした意味での人生的世界を受動的に受容していたと思われる。百姓一揆の要求内容が幕藩制的人生であることは、その要求を支配階級にも非支配階級にも分かりやすく納得しやすいものにしており、そこに一揆の頑強さや成果の大きさの根拠があるとも言えるが、日常的な人生イデオロギーの需要と、非合法で暴力的な放棄の意識との間には、極めて大きな見学と転換とがあったはずである。青木日次氏の百姓一揆総合年表には、天正18年から明治10年までの期間の百姓一揆として3711件が記載されているが、これらの一揆を全体として観察すると、ほぼ享保期を境にして一揆件数が増加し、それとともに闘争形態にも変化が起こって、豪祖暴動打ち壊しが主要となっていき、放棄の大規模化と波及性が顕著になっていく。18世紀の後半には個別領主の支配領域を超えた闘争が展開。幕末維新期には世直し一揆的な性格が顕著になり、明治初年の新政府反対一揆には独特の特色が見られるなど、一揆の性格の時代的変遷が注目されるが、一挙に広い範囲の民衆を巻き込んだ豪祖暴動打ち壊しが主要な百姓一揆の闘争形態上の特質であることは変わらない。このような百姓一揆は明治10年をもってほぼ終焉するのであって、そこに百姓一揆という闘争形態が歴史的に固有なものであったことが物語られている。百姓一揆をこのように歴史的に固有の民衆闘争の形態であると考え、参加していった民衆の意識の問題として考察することが課題なのだが、その場合に百姓一揆の意識を農民の日常的意識と関連させて捉えなければならないという深谷氏の主張を正しいと考える。その際、豪祖暴動打ち壊しのような闘争形態の親善性を捉えることが必要だし、そうした闘争形態の中にはらまれている民衆の意識形態と自己解放の可能性と特質や、そこに内在している諸矛盾についても考えなければならない。広い視野に立って考えれば、後期封建社会から近代社会初頭にかけての民衆闘争の思想的達成が、近代諸民族の意識史、イデオロギー史を大きく規定していると考えられる。日本の場合、百姓一揆の思想史的伝統は、主として義民譚として伝承されたが、義民譚は百姓一揆の意味を特定の志士義人の自己犠牲的活動として伝承することを代償にして、放棄した民衆の意識と活動性と歴史の暗闇に葬り去る傾向が強かった。百姓一揆に放棄した民衆の活動性にふさわしい新たな世界図を構想することは困難だったのであって、一揆の中には若干の世直し観念やかすかな集権国家への展望を示すものがあるとはいえ、全体としては幕藩制的人生の世界図を抜け出すことは難しかった。百姓一揆のこうした特質に関連し、日本には農民戦争型の民衆闘争が欠如していること、異端的な宗教思想と農民闘争の結びつきが見られないこと、千年王国説的な思想の伝統が希薄なことなどは、比較史的に見て直ちに指摘し得る歴史事実である。多くの歴史家は百姓一揆の伝統は、明治初年の新政反対一揆や地租改正反対一揆を得て、自由民権運動に継承されると考えているので、
百姓一揆の思想史的継承もそこにあるかのように考えられているように思われる。しかし、百姓一揆の闘争形態やそこでの民衆の活動性や意識形態については言わずもがな、運動の担い手についても、闘争目標や対決の相手についても、百姓一揆と自由民権運動との間には大きな見隔があって、簡単に歴史的継承を云々できないと思う。自由民権運動のような近代的政治理念に基づく運動と、民衆のより土着的な諸運動との間に、いかに大きな裂け目があるかは、非西欧社会の諸民族の歴史の無数の事例に示されている。私は百姓一揆を明治10年頃に基本的には終焉した歴史的に固有の民衆闘争の形態だと考え、その立場から百姓一揆の思想史的意味を発掘し直し、意味付け直すことで、近代日本の思想史的諸条件を考え直す一つの筋道をつかみたいと考えている。1、爆発性的抑圧状況。諸国百姓共願の筋、これあり候あば、名主村役人などをもって、情報のこれを通す愛べく、願い愛べく、義に候ところ、多勢にととったり、候約不届くに候、自根やうの通奏、ここ申すべからず、申すべく、弱心へととに至る候あば、取り上げべく願いたりとも、利子これ沙汰に及ばざる、取り上げなき、その上、きっと、白き申し付けにべき候。右の向き、県五両四両百姓どもへ、五代間領主自党より、相触らずべく候。明和6年2月の幕令。右の引用が述べるように、幕藩制社会の支配体制の下では、農民の社会的不満や要求は身分制支配の機構を下から上へと順々にたどる、請願によって処理されるべきものとされていた。そしてこうした合法的請願の手順を得ない合訴、徒党を行えば、その内容の利費にかかわらず拒否され、指導者も参加者も処罰されるべきものであった。現実には放棄した民衆の要求に利があれば、その要求を認めざるを得ない場合も少なくなかったが、それは放棄した民衆の力に押された非常の処置だった。非常の処置がしばしばなされたとしても、合訴徒党は、その要求の利費にかかわらず抑圧されるべきだということが、幕藩制支配の譲ることのできない原理であって、官報2年のお定め書き百科条の中では、合訴徒党の罪は、頭取は死罪、名主は自由追放、組頭は田畑取り上げ、所払い、総百姓は村高に応じ過料と定められていた。農民の放棄に対して役人たちが、嘆願の儀に通らば、この説を右兄にも願い出し、あれ、ある、願い出すところ、願い出すとこのところ、あるべきとか、願うべき品は筋を持って神妙に願いで、後日に難儀に及ばざるようとか、加齢出走、これ筋合いは理に当たるというとも、右用本来順序を取り失い、甚だ不足のこれに候えば、原式、おとがめ、大付けに被って候とも、さらに一言申し上げ、これこれありしきありとなどと述べているのは、右のような民衆支配の原理を繰り返したものであった。五条様の逮捕を背き申し候はば、たとえものに、これあり候ても負け申しことに候と放棄した民衆が説得されて、権力支配の原理が理に優越しなければならなかった。
村役人などから提出された請願の文書は、近世の諸資料の中では無数と言っておるほど多く、百姓一揆も合法的請願から始まる場合が多い。幕藩制社会での支配・支配関係を司法支配の現場から見れば、文書の形式を取るものも取らないものも含めて日常的に繰り返されている請願の過程と言ってもよいほどである。だがこうした請願側は身分制社会の機構を下から上へと順次にたどって、収奪の党の担当者たちにその応答に従って嘆願するものだから、ほとんど有効ではありえない。幕藩制社会の理念からすれば、こうした請願が有効に処理され、小農民経営の再生産の条件を破壊するようなあまりに過酷な収奪が早めにチェックされるべきであろう。しかし、請願が起きるのは当面の収奪の担当者などから、彼らがその収奪の成果を放棄し、自分たちの収奪方式の失敗を購入することになるような民衆の要求に、冷静に耳を傾けることは困難なことであろう。こうした請願の当事者は、多くの場合、一方では地方支配役人であり、多くは庄や名主などの村及びその連合組織の代表者たちである。地方支配役所などで行われた彼らのやり取りは、打倒策の微妙なほのまかしや、見えすいた怪獣や露骨なあるいは遠回しの強圧などを含んだ多様かつ微妙なものであったろうが、そのやり取りの中には結局は、誠に泣くこと自頭のことわざ、是非なきと村役人たちに言わせるような権力主義的抑圧的原理が、あるいはあからさまに、あるいは遠回しに示され、貫徹していたに違いない。そうしたやり取りを具体的に記した資料は少ないが、地方支配役人の権威主義的、強圧的な態度が、強圧的な、次のようにリアルに書き残される場合もあった。恩上の天使においても大切なことだ。それをそれぞれに大名旗本地頭領主、これ、お年貢として、百姓ども、御田地作物、立毛のお発法を献上いたすことだ。それを取り返そうとは、不埒、至極、この了見。10万石でも大名だぞ。大名というものは天下の諸侯だ。天下の諸侯が両軍の百姓に年貢を取り返されて大名が立つか。太いやつどもだ。なれども、狛江ども、これ、申し分に開いたし、県安堵いたし、総断。重立総老の働きだ。安政6年、信濃国南山駅。請願の一方の当事者である村役人の立場から言えば、右のような地方役人の態度はもちろん、腹立たしく不当なものであるが、そのことをあからさまに言うことはできない。右の引用にすぐ続いて、ちぶえもん、七郎左門、両人とも昼飯相休み、奉行の理解にて、腹が膨れ、候ほどのこと、随分道理に当たること、おっしゃる、候うる被りとも、内心私欲の奉行ゆえ、ありがたみに薄く賜り、申しごとに候などと記されているが、公然と述べることのできない鬱憤であった。この一期の要求の最後の項目は、一何事によらず上より申し付け候ぎ、役所迷惑これ筋も手詰まりをもって、手詰まりをもっていたしなし、正員難重のことという興味深いことで、地配や首相役人に対する根深い不信と憤りが読み取れるが、こういう要求は合法的相願から、合訴へと展開したとき、初めて公然と主張されることができた。官能教訓録は村長役の責任感から奔走する村役人層の思想を伝える貴重な記録である。この記録の著者、林上門が名主を務める上野国縄郡東前洋寺村は、村方衰え、何重の枯れ損となっていたのに、文政4年から県民制による増長が図られた。そこで上門は難儀を見捨て願わざるは、村長役の場もなくとして、地方支配役所へ嘆願するとともに、豪訴に赴こうとした村人たちを呼び戻そうとして必死に奔走した。しかし、地方支配役所では、農民が豪訴に出かけようとしたのは、八右衛門が提出した願書の
その響きにして出題したのだから、上門が頭取だとし、上門を永入牢に処した。上門は上下は不死のごとしという人生的観念に立って、下にいてもごく難儀のことはどこへ嘆くべきや、上へ嘆くより他あるまじくと信じて請願に努めたのだが、かえって彼は実は彼こそが農民の出世をとどめるために必死に奔走したのに、豪祖の頭取とされて処罰された。村長役の人生的理念に基づく活動が地方支配の現場では、露骨な権力主義的支配に直面して挫折せざるを得ないことが明示されている。八右衛門はこうした経緯を、そのもと乱れて、その本源乱れて末収まらず、水上清ければ下濁らずと、下の乱れるは上の罪ならずやと憤慨するのだが、こうした個人的憤慨が無力であることは言うまでもなく、結局のところは、何にも天命因縁と諦めて、世のことに離れて、今は楽隠居の一句に、その憤激と屈辱と断念の入り混じった考えを託すしかなかった。官能教訓録には興味深い出世訓が記されているが、その一節に、翌百姓の家業を熟々と安るに、農家ほどこの土に安楽のものをあるまじく、農家のことは貧乏さえ塞ぎたらば、一存にて何事も自由なるべし。意中にも平百姓がしかるべし。第一天下の格式とても別になく、人に手を下ることもなし。ただ、村役人の前当たりなれども、これも五年貢諸係、その他、名主前の一切の御用農物は、人先へ出して所持人並みに外ざれば、年中役所へ出ずとも済むことなるべし。また人足伝馬の御用にも召使いの雇人を差し出せば、これまた済むべきことなりと述べられている。そこには痛切な体験を踏まえて自由の渇望が読み取れるが、個人の善意や良心や努力も、それ自体は反論しがたい人生的理念も、幕藩制社会の権力的支配の中に有効に生かされるものではないということが明瞭に物語られている。右の事例に乱れるように合法的請願の民衆側の担当者である村役人たちは、地方支配役人などの態度に内心では憤り、その要求の認められないことに焦燥しているが、一般的にこうした憤りから大きな決断へと進んでいったとは言えない。合法的請願の無力さを痛感し、村役人層は一般的には豪祖徒々に反対なのであって、豪祖徒々の禁止は彼らの意識の中に内面化されて強い内的禁制となった。豪語請願が効果的に達成されないことに苛立った一般農民層が放棄する場合にも、村役人はそれを制止し、穏やかな請願によって目的を達しようとすることが多かった。先の南山一揆の場合、放棄した民衆が、うぶすな社から、天照大神宮、八幡大神、春日大明神と書いた旗を持ち出したが、合法的請願に努めるつぶ上門たちは、それが徒党が間、目印だとして旗を預けさせ、鎌なども同じ理由で預からせた。この闘争は実際には大衆的な豪祖と言ってよいが、事件の後でも徒党豪祖の取り扱いしないようにと村役人は放送した。その他、村人が一気に参加しても、庄や名主などはこれに加わらず、村人に折を見て途中で逃げ帰るように命じている事例も少なくない。南山一揆の合法面の指導者、秩父右衛門は、藤堂の信者だったが、明治4年の広島藩の第一期の初期の指導者は、武一という神学者だった。この武一の訴状には、その最後の部分には、神学講話をして人々を強化したい旨が記されているが、その理由はこうした強化によって、人々が徒党、豪祖、工事、故障は夢にも嫌い。ただ、家業に重い人、囚人一致に相働くようにするためだと説明されている。明治2年の越中国、新川軍のバンドリ騒動の指導者、忠次郎も、大勢創立乱、妨げ間、式儀、これあり候えは馬場。
願い方これ、触れに愛なりべきとして、合法的な請願を試みている。ところが、そうした忠次郎の行動はかえって大衆的な放棄を誘発し、忠次郎としては取り締まりに行くが、忠次郎が集結した民衆のところに行くと、たちまち私、三次僧侶は、一体その儀、これをもって同様に相なりだとなったのであった。中原千部左衛門、林右衛門、武一、忠次郎などは村役人クラスの出自を持ち、特実で地域の信頼も厚い通俗同突型の人物であったと思われる。富士堂や石門神学がそう思想的立場を表現するものであることは言うまでもない。こうした人物は自らのものの考え方として大きに反対だが、地域社会の信頼された誠実な指導者、世話人として、地方支配役人と一般農民との間にあって、懸命に奔走しているうちに、そうした活動が民衆が結集してくるための合図となり、大衆的な放棄が起こる。大衆的な放棄は彼らの意図に反した事態なのだが、彼らの決して有効ではありえない請願に誘発され、媒介されて始まり、合法的請願を乗り越えて大衆の非合法な暴力的闘争が展開することによって、農民の要求のいくつかは実現される。もともとは豪祖都等に本心から反対であり、押しとどめようと努めた彼らが一気の首謀者とされ、上門は永久労、武一は報酬、忠次郎は残罪に処された。豪祖と罪を犯してはならないという意識は、その罪が着せられやすい村役人層の場合、強いものだったと思われる。一般農民の場合は、豪祖と等の金制を村役人層ほどには悩み化することはなかったが、大きな家中でも恐怖の源泉があったろう。南山一揆の場合は処罰者がなかったが、それは必死の放送によってとうとう豪祖の名目を逃れたからであって、人々はとうとう豪祖と極まる上は、5人や10人は首の飛ぶものもあろうし、追放のものもできるだろうという地方役人の恐喝にさらされた。王毅の家中でも豪祖とのご法度たうことを挙げ、己ら後悔のほどを知らざるか、などと恐喝されるとき、民衆は恐怖せざるを得なかった。一揆指導者がその軽視に際して、痛切な遺言を残す場合さえもあった。大原遊学が人々が身を滅ぼすことになる悪行として、1博打、1不義3つ、1賭博勝負、1職業二重、1女郎、1強欲、1合計、1大酒、1訴訟発願、1手踊り、浄瑠璃、長唄三味線、大類、人の心の浮かる所作と列挙しているのは、訴訟発願が何に類似されるべきものと意識されていたかを示すものとして興味深い。こうした意識は遊学のような道徳運動の指導者だけに有効な特有なものではなかった。百姓一揆の指導者と目される人物さえ、豪祖徒党を内的禁制としていることが多かった。その若干の事例を述べたが、慶応2年の陸奥国、忍伊達両軍の一揆の指導者に犠牲られた菅野八郎も、十箇条の生活信条の一つに、喧嘩口論、工事沙汰をなすとしている。なさずとしている。これは同じ十箇条の中にある、我が身を恨んで人を恨む悪をせず、他の無道を怒らず、我が身を慎むとも関連したもので、通俗道徳的な自己鍛錬によってあらゆる困難を乗り越え、自立の道を確保しようとするものだった。彼が法を破れば、すなわち魔法なりとする場合には、豪祖徒党の禁制も含有されている。また、嘉永6年の南部藩の一揆の指導者であった三浦明介も、粘り強い闘争を知る者には唖然とするような言葉、お神様と親様は無理なるものに心得て、いかようの無理なることを言われても、全く足しと大べからじとで子孫を教訓している。こうして、幕藩制社会の民衆は日常的には一方では小生産者としての存立を不可能にするかもしれないほどの収奪の強行を予感し体験しており、他方では豪祖徒党についての強い禁圧状況を体験し内面化しているのだった。
民衆の意思や欲求を実現すべく公的に認められた手段である合法的請願は有効ではありえないだろう。社会的現実を貫いているのは権威主義的抑圧的な原理であり、人々はその要求や欲求を実現し得るようなルートを見出すことができないだろう。このような事情の下では、人々は自らの欲求や要求を抑圧するのであって、その抑圧はやがて人々の要求や欲求の真の姿を自らの意識下の世界に隠すような性格のものとなるであろう。幕官制が強権を背景としたハット支配であったことのほかに、近世の仏教や民族的信仰や民族的行事などが、人々を人数や定年や自己放棄へと誘う機能を果たしたであろう。こうして幕藩生態社会では、民衆は日常的にはその社会に適応して、協調と順応とその生活態度とするようになるが、それは実はその社会の権威主義的抑圧的な性格が内面化されたところに生まれた生活態度だあった。人々が協調と順応とあたかも自明の生活態度として彼らを取り巻く世界の全体性を受容しているように見えても、人々はその断念や諦めや怨恨や怨恨や憤激の大部分を言葉にならないうちに飲み込み、意識下の世界に隠した。そのため、その社会の強権的抑圧性の下での人々の断念や諦めや怨恨や憤激の深さは、民衆自身も日常的には意識しない結果になる。どのような社会においても人間は自己の真の欲求や欲求を正しく文明には知っていない。幕藩制のような社会では一方では権力そのものが幻想的共同性の世界を権威主義的かつ独占的に代表しているがゆえに、他方では権威主義的抑圧的原理が現実に貫徹しているがゆえに、人々の日常的な意識と意識の底に抑圧されている解放への気球が活動性との間には、幻覚と断絶がある。このような事情のもと、抑圧がある極限的な状況にまで強化されるなら、人々は不可避的に抑圧してきて自らの憤激や欲求にある積極的な表現を与えるだろう。その際、人々が自ら抑圧していた憤激や怨恨や欲求は膨大なものであるとともに、幕藩制社会の日常的活動の中では表現されない非合理的なものだから、百姓一揆のような暴動的な闘争形態がふさわしい。このように考えるなら、幕藩制社会の権威主義的抑圧的社会原理の下で、民衆の解放への気球と活動性とが不可避的に蓄積され、そうした活動性が解放されると、支配者にとっても民衆にとっても凄まじく容易に制御し得ないものであったことが理解される。放棄した民衆の活動性が一致記録の中で、しばしば天馬寄進のようだとされるのは、右のような事情を反映したものである。地方支配の連達者であった田中久宮は、島原の乱のことなどを思い出し、さすがに日常的な民衆と放棄した民衆との著しいコントラストに注目して、次のように述べている。それ百姓というもの、現内、性癖にして凄まじくものなり、集まるときには城を守り、散ずるときには蛇を破る。塔を結ぶに及んでは、金銀玉砲を顧みずして、神明を顧みることなし。新規のことはたやすく得心せず、その持ちざまによりて、頼む敵味方ともなり、かえって恐ろしき敵ともなる。百姓は牛馬に等しく火星に耐えているものであったが、しかし一旦放棄すれば右のように凄まじきものであった。牛馬に等しき農民と凄まじきものとしての農民は同じ農民であるが、両者の間に転換と活動性の解放がある。2、放棄の意識構造1、述べたような右極した状況を乗り越えていく契機はどこにあるか。安政6年の信濃の南山一揆をめぐる民衆の体験について考えよう。この一揆に先立ち、農民たちはすでに安政2年に合法的請願を行った経験を持つ。この請願は、その説別段の理解もない、これなく、これからはこうした請願をしないように、手詰まりを持って、受け印いたし候、いたしなる。請願の責任者は入牢させられて終わった。この闘争の経験が百姓をおだましなり被ったものとして、
教訓を与えた。再び始められた安政6年の西岸も、村役人たちによる合法的西岸では拉致が開かず、来春に持ち越されていようとしていた。この闘争が合法的西岸から豪勢と発展するのは、こうした状況に苛立った一般農民が、合法的西岸に終始する村役人層の指導を振り切ったからであって、西岸に奔走していた村役人たちは放棄した民衆についていくという、差し添えとしてついていくという態度を取った。放棄した民衆の方は彼らの要求を拒み、抑圧してきた責任者として、代官、宗川中兵衛の弾劾に闘争目標を集中した。こうしてこの一揆についての最もよく知られた劇的シーンが展開する。豪祖の半助は、後藤豪祖は天下の法度だという宗川に対して、後藤豪祖を致す様なることを誰がしだしました。皆お前のなり方がよろしくないゆえ、ご一度ご清を願い申し上げるのでござると迫り、さあこの返答を受けたまわろうと腕まくりいたし、ご奉行へ差し向かい、一頭いかんだ。この返事、聞こえてないかと大安王政に申し候うもの。そう一度に返事つかまつい、返事こんむり、怒涛かの運河のごとく申し立ち、半助はさらに宗川の腕ぐらを取り、もう一人の頭取淳左衛門は宗川の刀を抜き取ろうとした。ここでは徒党合葬はそれ自体として禁止されて悪だと意識されていると思われる。この罪悪は代官の悪性を正すためにやむを得ず取られた手段なのであるから、あえて犯すところに自己犠牲的な大義があることになる。闘争のこうした時間で初めて、代官に対する農民の憤激や憎悪が公然と表現され、合法的な請願とは全く異なっている。右の事例では合法的請願が拒まれているという事実から、組んでいる敵悪として代官が訴定されるに至っている。しかし多くの場合は放棄に先立ってもっと多様な屈曲した状況があり、民衆の緊張感が高まり、些細な事実や噂にも民衆の感覚が鋭敏になっていた。反省の実権を握っている役人の収賄や酒にふけっている噂、主食にふけっている噂、反重収奪派の家臣が処罰された噂、村役人や農民が非道な仕打ちを受けた噂が広まり、不安や怨恨や憤激が高まっていたに違いない。こうした屈曲した状況の中で、予示的な表現として、昔の一揆の現象が思い起こされ、様々な義民譚や気候不順は支配者の悪性と悪徳のせいだという噂や、一揆に先立って広まった怪異譚、昔の一揆の指導者が立てこもって山が鳴り、山が鳴るのは上にたたる現象だとされたり、農民を虐げた漁師がネズミに噛まれて死んで怪疫となり、それは農民の一揆、天に通じてネズミとなるし、とされたり、などにも重要な意味があろう。そして民衆の不安や緊張が高まっている場合には、放棄のきっかけは必ずしも計画的なものである必要なく、ほんのちょっとしたことでよかった。天保2年の長州藩の一揆が、商人の籠荷の中に比較が発見されたことから起こったことは周知の事例だが、5人の商人が長ヶ池に雨乞いをしたために、夏中雨続き不作被ったとして打ち壊しが始まったり、長ヶ池に金毛の品を投げ入れたものがあったために、豪雨多く不作になったとして打ち壊しが起こる場合もあった。いずれも商人が不作を願って呪術的行為を行い、米価の高騰投機を図ったとするのである。山から硫黄を掘ったこと、牛馬を殺したこと、商人が山霊を祈り、風雨を起こしたことなどが一揆の原因となったのも同じような理由からだった。これらの奇妙な事例は、奇妙であればあるほど、放棄に先立ち、自分たちの生活を脅かす者に対する民衆の不安と緊張が高まり、極めて鋭敏な一触即発の状態にあったことを示唆する。だが、近世の百姓一揆では民衆の具体的小欲求が強く抑圧され、阻止されているという状況から、抑圧の当事者や責任者に対する憤激や憎悪や怨念が蓄積され、そうした人物に攻撃を集中することで放棄が起こるという場合が多かった。高校末から6年にかけての水戸藩の一揆の際の松並勘十郎、元文4年の鳥取藩の一揆の米村諸兵、元文3年の
平藩の一揆の三松金左衛門ら5人、天明6年末から翌年にかけての福山藩の一揆の遠藤円蔵、天保5年の法度藩の一揆の野村軍記、嘉永6年の南部藩の一揆の石原東ら3人などは、放棄した民衆によって、収奪の責任者、許せべからずる悪役として想定された人物だった。彼らの多くは低い身分から成り上がって藩主の側近となり、藩政の実権を握り、小農民経営の再生産を無視するほどの凄まじい収奪政策を強行した人物として伝えられる。彼らは残忍で貧欲な、係数にも明るい、明敏な人物であり、商業資本との結びつきが強く、新たな収奪政策は、特権的な商業資本や一部の村役人層と結託して、商品流通関係を強権的に収奪体系に組み入れる性質のものだった。18世紀に入ると慢性的な領主財政の危機のもと、展開しつつある商品流通関係を収奪体系の一環に組み入れようという一般的傾向が見られ、彼らはそうした動向を代表し、新たな収奪体系樹立のために奮闘するチャンピオンだった。そうした新たな収奪政策は彼らの意思や観測だけから生まれたものではなく、より複雑な由来や社会経済構造上の必然性を持っているのだと言えよう。農民の置かれている複雑な状況の中から細部を切り落として大胆なデッサンが描かれて、そうした収奪政策の責任者とされている特定の人物に、農民総百姓の奮撃と憎悪と怨念が集約されるということが大きな特徴であった。一揆において、右に述べたような収奪の責任者をもらい受けたいとか、首を取りたいとか、討ち取りたいなどと述べることが多いのは、放棄した民衆の憎悪や奮撃の端的な表現であった。元文3年の平藩の一揆では、総百姓ともに一同声を上げ、三松金左衛門殿、中根喜左衛門、前藤舎人、上村武左衛門、中根喜八、右五首、下置きに葬り、大声上にしてもうと伝えられ、元文4年の鳥取藩の一揆では、張本が進み出て、上府へ参り、大悪人の米村を一歩国にする所存と叫んだと言われ、寛延2年の桑織藩領の一揆でも、頭取が采配を振って、神山土屋両人を引き捕らえて叩き殺し、ずたずたに切り、総督者のその肉を食って恨みを晴らすべく、その世の村諸役人下部に至るまで、手向かい者は撃ち殺し一分を知るなりと述べたと伝えられている。実際にこれらの収奪の責任者が農民の手によって殺害された事例は知らないが、右の引用にも言うように、恨みを晴らし、一分を切るものであり、打ち壊しが激しく徹底したものであったのも、平成憎しと思う中心に一致したからであった。これまで鬱屈し、抑圧され、そらされていた憎悪、奮撃、怨恨が、明白な対象を指定して燃え上がり、誰もはばからず公然と表現されている。大規模な一揆がほとんど打ち壊しを伴っているのも、打ち壊しという形態が民衆の憎悪や怨念の表現にふさわしいからである。撃ち殺してその肉を食わんというような表現が散見することも、憎しみの表現として意味深い。一揆とは鬱屈し抑圧され、そらされてきたこうした感情に、はばかることのない表現を与える具体的形態であり、こうした感情の表現行為である。当該社会の公的空間に姿を現さないように抑圧されよっていた感情が、大きた集団において公然と表現され、強力な社会的な力として引き出されている。幕官制社会のような権威主義的抑圧的原理の下では、人々は自らの奮撃や憎悪や怨念を消失するルートを持っていないのだから、社会の表層に現れにくいこうした非抑圧感情のエネルギーは極めて巨大であって、それが一揆という非日常的な形態で爆発する。一揆は幕藩制社会の権威主義的抑圧的原理が一方的に貫徹される際の必然的な報いであって、日常的な秩序の枠組みやルールを破ったそうした感情の噴出が始まると、支配者たちはこれまでの建前では把握できなかった活動性に直面して、驚き狼狽するわけである。農民の方から言えば、鬱積されてきた奮撃や憎悪や怨念に、幕藩制社会のルールを破って大胆な表現を与えた時だけ、公的部隊において、悲願の力関係を逆転させるようなエネルギーを発揮できるのであり、そのゆえにある歴史的な限定のもとにではあるが、
新たな情勢を切り開くことができる。一揆が起こる以前にもこれらの収奪者の役人たちの横暴ぶりや収賄関係などは知られていたであろうが、放棄した民衆が彼らを悪役として想定することによって、初めて彼らは誰の目にも明らかな自明の絶対悪となり、除去されるべきだし、場合によっては撃ち殺すべきだと意識されることになる。彼が悪人である根拠は、深谷氏が言うように、小農民経営の再生産そのものを迫害するような収奪政策の強行にあるが、広範な民衆の放棄における憎悪や憤激や怨念の公然とした表出が、初めて彼を農民たちにとっても武士たちにとっても人生的世界を崩壊させている自明の悪役として想定する。そしてこの悪役を端的に想定する限りで放棄した集団は、その社会の正義を体現するものとなり、人生的世界を代表する権威と威力と引き受けることになる。以下の力関係が逆転して、藩主などもこれら収奪派の悪性と悪徳ぶりを実態として認めざるを得ず、収奪派がやったと意識されている様々な収奪策が撤回されざるを得なくなる。こうした事情が諸権力の側から利用される場合には、特定の悪役に責任を押し付けることが農民の攻撃の矛先を反権力そのものからそらす効果を持つ。多くの場合に民衆の攻撃対象は右に述べた遠藤円蔵や米村諸兵のような特性の人物であり、彼らと結託した特定ゴム農村であったが、高化3年の浜松藩の一揆や嘉永6年の南部藩の一揆のように、反権力そのものが攻撃対象とされる場合もあった。浜松藩の場合は店舗改革の失敗によって水野忠国が隠居謹慎の処分を受けたという事実と、水野家の天風がこれまで農民から借り上げた様々な御用金を踏み倒して行われようとしている事実と考慮されねばならないが、この一揆の興味深い記録であるこの一揆の興味深い記録では、水野家自体が激しく攻撃されている。水野家は、その家風は、元来強欲残忍にして、その民を悩ますことを年久し、先祖在体、人の痛みは、王妃とも思わず、強欲残忍の風義の家であり、忠国の献税は、これ皆浜松の水飲み百姓の金玉の油を絞り、ダッシュ、豪州手のため、天神地義、これを憎み、各騒動をなしむなるなんなどというのは、著者の批評だが、農民たちも水の家中全体を大泥棒としたと伝えている。この記録の痛烈未否の批判精神が明瞭であるが、この立場からこの記録では水野家という自明の悪と、それに対して正義を体現するものとしての放棄した民衆という構図で一揆が把握されている。この記録では放棄に参加しない者は真偽なき人として打ち壊されたとか、捕らえられた4人の農民を取り返そうとした民衆が、今4人の者は正しく土民になり、無しく盗賊を取り扱う不条人の手にかかって、その獄につながれるは、必要者を差別なき取り扱いなりと述べたとか伝えられている。これらが農民の言葉をそのまま伝えるものか疑わしいが、身分制ヒエラルキーが可視的なもののヒエラルキーであるはずの幕藩制社会の建前が逆転して、放棄した民衆が価値の担い手になるという善悪の二元的対境が述べられている。水野家への激しい攻撃は水野家に代わって入部する井上家の恩来と期待でもあり、井上家の役人が下手に出て農民の要求を聞くと、農民たちはたちまち村へ帰ってしまったと言われている。ここでも一揆は忠国処罰という広く知られた事実に便乗し、農民の生きている世界の全体の中から水野家を特定の悪として想定し除去しようとしているのであり、水野家という絶対悪を除去した後には、爆発性的人生の世界が回復されるはずなのである。南部藩の場合には、この藩が近世を通じて最高の一揆件数を数える藩であり、しかも大部分が低迷期以降のものだったことに留意する必要がある。この藩は近世後期には典型的な悪性を行って農民の信頼を失っており、放棄した民衆は役人に向かって騙されないと罵り、役人の言葉を耳にも聞き入れずという態度をとって伝えられ、騙されないということも合気言葉のように叫ぶという伝統を持っていた。特に38代藩主、利忠は、典型的な悪君で、人生を行うようにとの家臣の意見に対して、人生
人生と申す義、ある肝入りも、親方様はあまりに放埓にて、国寒しきこと、および申し候と書き残した人物だった。こうした事情のため、この藩の一揆は、天領または仙台藩領となることを求める伝統があり、弘化4年の一揆も嘉永6年の一揆もそうした目標を掲げた。天領となることを求める事例は他にもあるが、この場合には南部藩そのものの悪性ぶりが逃走する農民たちにとって自明となっており、南部藩そのものが絶対悪として想定されている。民衆の生きる幻想共同性の世界の想定の中から、特定の悪役が選び出され、論議の余地のない絶対悪として想定され、明示されている。誰が悪人であるかは放棄に先立って人々に認識されていたであろうが、今やそれは誰の目にも自明なものとなっており、社会的に承認されたものとなっている。攻撃対象となった収奪者の役人が罷免されることは、右のような状態の追認であり確認である。一揆の後で作られた記録が収奪者の役人を論議の余地のない悪人として記述していることも、こうした事情の反映である。収奪者ある、収奪者の役人が悪獣、白狼、カニと呼ばれているが、放棄した民衆が彼らを狐、犬、猿、狼、大盗ヌスット、ドブヌスット、天学名などと称したと伝えている資料は多い。収奪者の役人が動物に例えられているのは、比喩以上の意味を持つことで、彼らが民衆が生きている人間的な世界の中から疑問の余地なく除去されればならない獣であり、絶対悪ということである。放棄した民衆の攻撃対象が凶悪な動物に例えられるのは、豪農商に対する打ち壊しの場合も同様であって、打ち壊しのことを鬼打ちと称した場合もあった。3、放棄の意識構造に、右に述べたように民衆の生存さえも脅かしている絶対悪を想定し除去しようとしているのは放棄した集団としての民衆である。放棄した集団としての民衆はこのように特定の絶対悪を想定し除去しようとする限り、権威と威力に満ちたものであって、多くの資料が伝える驚くべき事実である。多くの事例の中から周知のものを挙げてみよう。百姓ともども口々に、また福山の狐が人を化かすぞ、早く遠藤を渡すべきし、さもなくばいつまでも激訴はやむまじきぞ。その上、先日も百姓を鉄砲にて討ち取りと言えり、何時らに討ちたる者は、鳩や生地ばかりなり、お百姓をば何とで討ち取ることなるべきぞ。我らが激走を妨げるならば、この方より一人も残らず討ち取るべきぞ。足元の明るいうちに早く帰れと散々にあざけるゆえに、役人もたまりかね。あれよというほどことあれ、我もと飛び口十手を持って討ち取りたる。10月7日の昼7つ時過ぎる頃、百姓原の所税一同に大切山を引き払い、花王院にて勘定頭よりのお鳩を受け止まれて、我々の願望ともは全く叶えたり、これからは何にても百姓どもの願い事は願い自体になりと一度勇んで、百姓ほど強き者はあらじと思う心づきにけり。義では役人たちは狐と罵られ、討ち取りの対象となるとともに、放棄した民衆はお百姓と称し、鉄砲も当たらないと述べ、権力を誇示している。爆破性体制の下での権力と威力のありようが逆転しており、民衆は自信と誇りに満ちている。放棄した民衆が500姓、100姓たることを自負している記録が多く、豪農商たちが峠、羽織袴などを着て一揆勢で出迎え、一揆様、否認様などと追称して共応したことは、多くの資料が伝えている事実である。一揆勢が弱人に向かって罵り、どっと笑い、増言加言したという記録や、一揆の凄まじい活動性を天馬鬼神や天狗の仕業のようだと形容したものも多い。また、呂では百姓ほど強き者の主という言葉が見られるが、
これは同じ記録に見られる。年貢は米のあり次第、一歩にても二歩にても百姓の心次第に計らうとか、仕置きが悪しくば年貢はせぬなどという表現とも対応する。右の事例では、お百姓は何とて打ち取ることなるべきぞ。我らが基礎を妨げるなら、この一人も残らず打ち取るべき。百姓ほど強き者はあらじとぞ思う心つきにせけりという放棄した農民の権威と威力においても、百姓どもの願い事は願い次第なりとという解放の全面性においても、封建支配からの事実上の離脱が願望され展望されている。しかし、爆破性に関わる世界像はイメージされず、世界像から見れば、爆破性体制を受容しているのに、込められている意味からすれば、根源的な解放が願望され、イメージされているという奇妙な事態が見られる。放棄した民主はその要求の論理としては、封建的諸としての成り立つを持って、封建的諸負担の若干の阻害しているのに、大きな発展の中で、当該社会の正義を代表する権威と威力とか放棄した集団にのみ体現されていると確信されるような状況が生まれ、その上支配者に対して農民の所要求を承認するように強制することもできたのであるが、放棄した集団の権威と威力との高揚の渦中では、民衆がより根源的な解放を不可避的に思考しイメージしてしまう場合もあり得た。このことは民衆放棄というものの性格を考えれば当然のことであろう。民衆放棄は一方では確実に獲得しなければならない。具体的所要求を組織されないが、命がけで放棄した人々が支配権力に拮抗し得る威力と活動性とを持ったとき、人々がその置かれている条件をも超えて根源的な解放まで意欲してしまうことも不可避であろう。こうして獲得されたと信じられている権威と威力とが民衆を解放するのだが、その解放のされ方が当該社会に規定され、近世の民衆は解放された世界を爆破性社会と違った世界像として描くことができない。爆破性社会とは異なった世界像が描かれるためには、ふさわしい思想的伝統が必要だが、漢の八郎のような人も、アマテラス、神君ございますゆえに、天下太平に治り、万民崩落、この御世に生まれとするような思想史的条件のもとでは、農民たちの根源的な解放の要求も爆破性的人生の中に盛り込まざるを得なかった。先の異様に見られるお百姓という意識も、右のような事情のもとで、根源的な解放を施行する者としての民衆の権威と威力を示す表現であって、爆破性社会における封建的諸負担の担当者という意味を超えていると思う。お百姓という言葉の由来が法令や宗像文書にあり、年貢障益、負担農民のことで同じ意味だという深谷氏の指摘は、言葉の由来の説明としては正確だが、法規の効用の中ではその実質的な意味が微妙に変容し得るところに、民衆放棄というものの性格がある。右に述べたような放棄した民衆の権威と威力は、それを伝えて一揆記録の筆者にとっても、驚くべき事実であったはずである。引用の言葉が民衆の言葉で、そのまま民衆の言葉であったかどうかは疑わしいが、驚くべき事実を伝えることに記録の重要なモチーフがあり、筆者の立場を考えてみても理解し得る。藩庁や村役人などの実務的な記録と一揆についてのイメージを提供しようとしている記録作品を区別してみると、放棄した民衆について描写をしているのは、多くの場合後者の方である。記録作品の筆者は不明のことも多いが、署名されていても、本当の作者はわからない場合が多い。例えば、夢中庵は常に徘徊を好んで、名を李風と呼んで、人にへつらいなく、今日伏見大国深草淀鳥羽近江に廃寺を好める友を集め、河川百院などを催し、草月花の楽しみは広大なれども、豪中一銭の蓄えもなく、一銭の蓄えなしといえども、楽しみの大成こと天地に等しという人物であり、当世不八王は、宿昔星雲の志あれに、ついに、そうだたる白髪郷里に逮捕して、公明神の僧を恐れ、摂州安倍野のそばに没居としている人物だとされる。いずれも隠者めいた人物であ
あるいはそういうポーズをとっている知識人であり、彼らは百姓一揆の総括にどこかで関与しているか身近に見聞し、収奪主義的な反省を批判する立場をとっている。これらの筆者は、百姓一揆という非合法の暴力そのものを肯定、支持していたのではない。ナヤジ通夜物語は農民の解放への危機を伝える興味深い記録であるが、作者の一揆感は、今年は以下なる天馬は純の諸位となりけん、または天狗などの慰めか、というものであったし、放棄した民衆に好意的な記録と言ってもよいものでも、放棄した民衆は、悪魔、悪鬼のごとくにて恐ろしかりきる次第と出され、人の家を打ち壊し、盗みをしたる奴らとして、召し取られ処罰されるのを当然視している。貧伯民乱太平記が、一揆は悪役人、嫁村諸兵が上を偽り下を苦しめ、両国の騒動、民乱となり、と一揆の原因を悪役に求め、一揆の後で一方では米村を罰し、他方では一揆指導者を処刑したことを、せいぜい正しき処置としているのは、記録作品の平均的な期間だと思われる。こうした作者の立場によりどころを与えたのは、儒教的な人生論だったと言えよう。これらの記録に筆者の感想意見として記されているが、天下は天下の天下なり、百姓もこの天下の民なり。古語に曰く、一家人あれば一国人をなし、一家城あれば一国城を起こし、一人火戻れば一国乱を起こしというようなものであった。いずれも大学やなどで依拠したものである。いずれの場合も様々な策略を駆使した収奪策の強行が一揆の原因であり、そうした収奪策が強行されるならば一揆が必然だとされている。これらの記録は実現さるべき世界としてはごく平凡な爆発性的人生を求めているに過ぎないが、一揆の根拠を権力主義的な収奪策において、その必然性を洞察し、放棄が始まれば、そこに容易に抑圧することのできない威力と活動性が発揮されることをリアルに描写することができた。こうした関節が近世の現実主義的な思考力に富んだ思想家の一機関でもあったことを合わせて指摘しておこう。こうした一機関から帰結されるのは何が何でも爆発性的人生へ向けて支配階級を説得しなければならないということであって、人生が実現されなければ一揆頻発の延長線上に社会体制そのものの崩壊が待っていることになろう。近世後期の例えば大塩仲裁が法規の劇文を司会困窮いたしとソーラーバー、天禄長くたたんという論語の有名な一句から始めたことや、そうした画界への危機意識を見ることは容易であろう。一揆の記録の中では、一揆勢がおいおい暴行いたし、居候うち、不定の老臣もこれに相混じり、官房を巡らしソーラーバーと記された事例がある。この一揆には、諸国太平、日本救民救い出すという普遍化された目的を掲げるなど、異なって意識性の発露が見られたが、一揆勢自身は爆発性社会と異なった世界図をイメージしているのではなかった。老子の官房などを加えてその発展方向を洞察すれば、社会体制転換の原動力となるような大放棄が展望されるというのである。近世の民衆暴動が黄巾の乱などに類似された事例としては、藤子が漢の張角、黄巾の俗も初めから書かれるものにあらんと称されたものがあり、
富士講も古里訪問も幕藩制と異なった世界像を持つものでなかったにもかかわらず、独自の組織と信仰を持つということが、幕藩制社会の権威主義的支配と対立し、その組織と信仰の独自性の発展性の戦場に、黄金の乱や天草の乱のようなものが想定されるとみなされた。百姓一揆の場合も、その現実意識としては、幕藩制的人生を求めているのに過ぎないのに、放棄した民衆の威力と活動性の延長線上に、黄金の属などが想定されることもあった。こうした観察は可能的なものの小説において極めて鋭敏だったのである。民衆のイメージしている世界像が幕藩制世界とは別のものではないにもかかわらず、独自の集団を構成し、権威と信念を持って自らの願望を表現していくという事実そのものが、幕藩制の原理に抵触し、危機を表すものであったと言えよう。放棄した集団としての民衆が権威と威力に満ちたものであるということについては、幕末の世直し一揆の資料にも興味深いものが多い。天保7年12月、日光道中、幸手塾では、共作と穀物価格の当期の価中で、米麦増穀を買い入れ価格で売るか、時価で売って、秋までその販価を貸金にするか、いずれかにしてくれという張り紙が出され、豪府との交渉が進められたが、拉致が開かず、12月15日の暮れ方から放棄が始まった。この放棄は、右の張り紙を出して豪府の者と交渉した者たちによって始められたと思われるが、彼らはまず長く9尺ほどの大白兵を持ち出して、上宿の鎮守様へ献じ、そのうち人集まれたれば、白兵を持ち返し、荒物屋の前へ立てた。それが合図となって人々はその荒物屋をみじんに打ち壊し、打ち壊しが終わると、今度は白兵が米屋の前に立てられ、人々が集まってきて米屋を打ち壊した。このようにして大白兵が次々と打ち壊すべき家の前に建てられ、合図となって打ち壊しが行われ、37軒を打ち壊して、鎮守様、白は敵合うものもなく、本坊を達し、めでたぎ、明け七つ時、白兵上宿に勇み行き、鎮守様へ差し上りてこそ静まりたるという結果になった。打ち壊し勢が鎮守とよりしらである白兵に守られ、真意を代弁するものになっている。打ち壊し勢が正義を代表しているわけである。この打ち壊しの6人の指導者は、町名主のところに駆け込んで自首し、江戸に送られることになったが、6人は私ども、ため置き候銭15関門ずつ、合計90関門を近くの宿場で銭巻きしたいと願い出て、東丸線に15関門ずつ積んで人足に持たせ、杉戸宿で30関門、粕壁宿で30関門、大沢越谷宿で30関門の銭をまいたのである。この90関門が打ち壊しに際して奪ったものであることは当然であろう。打ち壊しの成果が近前の宿場にまで禁納されたのである。こうして江戸で入牢した6人は地域社会の利益と正義を代弁するものであったから、幸手宿でも一軒に銀に3分ずつを集めて、日々労見舞いを続けたが、引き巻きを受けた4つの宿場からも、諸商人衆、諸職人中、籠や仲間中、揚げや総若者中、子供中中より、勝ち合い、これなくありさま相談いたし、6人の者、見舞い山のごとしであったという。打ち壊しを受けた豪婦の家は、打ちを壊され候者は損をし、世間や面目を失い、いずれも当時居住なしとされている。世直し一揆が地域の民衆立場に立った公正と正義を代表、圧倒的な権威を持つ者になって、役人も介入できないような状況が現れている。打ち壊しを受けそうになった豪農省が、袴、羽織などを、上下羽織袴などをして、一揆を出迎えて共謀したことは多くの資料が伝え、奥州忍軍
伊達軍、これ、お百姓衆一揆のこれ次第が、こうした様子を生き生きと描き、おかしさまなれども、実勢のことなり、虚言にてはなし、あえて後世へ書き残すとされていることはよく知られた事例であろう。世直し一揆に対して豪農省が穀物の安売りなどを制約している事例も少なくない。こうした動向にも、後期の時点では一揆の権威と威力が地域を支配している様子が伺われる。こうした動向を示すものとして、打ち壊しを受けそうになった商人が村境に立てたという考察を掲げてみよう。1、今般村々の方々、ご立腹の段、至極ごもっともに候申すども、これまで私をはじめ村々の相互に暮らしおる者、心得違いの段、今更申し上げるべく言葉もございなく候えども、何とぞ今度の救難をお助けくだされこれば、何重の人々へ救いとして金13000両これを出し、余人は知らず候えども、私、市議、以後、きっと改心使い、何らによらず家宝のご相談に背き申し間、式候以上、駒引きや彦左衛門、村々各様。これは責任を約束した資料だからの一例であるが、一揆が正義を体現していることを認め、自分の心得違いを後悔し、きっと改心を制約している。その後も守られたかどうかは別として、放棄の渦中では放棄した集団が民衆の利益と正義を代表し、それを強要する権力と威力を体現したことが示されている。一揆の攻撃対象が庄屋などに向けた場合、庄屋が罪人、庄屋これ盗人などと呼ばれ、庄屋たちも、百姓これ機嫌を取りより他は致し方これなく候と使いし、人民裁判のような状況になることもあった。世直し一揆も一揆としては青年男子を動員するものであったが、女子供や見物人の指示も受けるのが一般的であった。慶応2年の武蔵の世直し一揆では、打ち壊しに際して奪われた衣類などを女子供を徒党の者より分け残したとか、ところの婦女子、我は婦女指導など、悪途にあらず打ち壊しさまなりと言ったと伝えられ、同じ年の辛奪一揆でも、家財衣類など大集まり取り、往来また捨て置きまたは婦女子ともこれに残し候を向き、世直し一揆では多数の見物人がいる場合があり、女子供も含まれ、一揆に期待し恵みも受けた。一揆がしばしば厳しい規律を持ったことや、神社の境内や森が集会の場所になったことも、一揆が地域の正義を代表する権威でありがたことと切り離しては考えられない。一揆の規律の問題は辞書に譲るが、幸手宿の打ち壊しが陳樹氏によって正当化されていることや、安政6年の南山一揆で、天照高大神宮、八幡大神、春日大明神と記したうぶすな社の旗が一揆の先頭に掲げられたことや、文化11年の越後鴨原岩船両軍の一揆で闘争の中心となった神田村の農民が地主である中村浜三郎左衛門の首を取り、氏神へ備え申しべくよし、27人欠藩の連藩帳を作ったことなどは、一揆と地域社会の守護神の結びつきを示す事例として興味深い。一揆が村単位の参加強制を行ったことも、地域社会の利益と正義を代表している権威と意識されれば不可能なことであろう。近世の百姓一揆、近世後期から明治初年にかけての世直し的な性格の一揆では、地域社会の嫌われ者であるヤクザなどの脱落者が指導者となることも少なくなかったが、そのような場合も、放棄した集団としては普遍的な正義を体現していたことは驚くべき歴史の真実であった。
享保8年の長瀞創造で、日心から名だたる大暴れ者が重要な役割を果たしたり、安政6年の南山一揆で、ご法度これ、坂東その他、何事によらざる戦議相企むる無双の強情者が一揆の頭取に迎えられたのが、そうした事例である。天保3年の三河の鴨一揆の指導者達蔵と龍蔵も、小相撲を取り博打を好み、俗に言う道楽者。邪智ありって小賢しく口の利く男子であり、慶応4年の鶴田藩の一揆の指導者である小一郎兄弟も共に、金がね身持ちよろしくあらず人物であり、この二人が博打愛好み候者、あるいは下戸に、あるいは大酒廃止、これから何十これもの愛集まり、先導いたしって放棄が始まったという。慶応2年の村山騒動も同じような事例である。幕徒が指導したとされているが、頭取の一人、助けは、平日追いはぎ辻者にと悪党者で、これまでも殺すべきと考えられたものであり、同じく吉蔵も助け同様平日より悪人のものであった。吉蔵が仙台で悪事を働いたことがあり、一揆後に仙台へ逃げたこと、重吉も仙台へ逃げてその後松前へ逃げたらしいことなども、彼らの生活圏と活動性を示すものとして興味がある。その他一揆の後で追及を受けた者には、平常、盗っ人これありものも含めて、平日不定のものが何人も含まれていた。彼らはそんな共同体から脱落した存在で、腕力を誇り博打を打つ人々だったのだろう。こうした人々に指導された一揆も、義兵を起こし救民を救い、我ら一名公民のための愛働き、天下義士を自称し、この天下義士によって人民を催促された村役場は、迅速を催促された村役人はそれに応じ、世銀を強要された豪農省もそれに応ずる。地域社会のならず者でさえ、民主放棄の指導者としては、正義や公正を代表し、そのようなものとしてある権威を持った。一見すれば奇妙なようだが、ならず者とは戦略共同体からも身分制からもはみ出した人間のことであり、人々が規制の権威と秩序に服している時でさえ、肩で風を切って歩き、腕力を示したがり、気まぐれでだらしない態度を取ったりして、自分の存在を際立たせている人間のことである。このようなタフで強情で命知らずの人間は放棄の指導者としてふたわしい。彼らの方も放棄の指導者としては民衆の願望を担わざるを得ず、民衆的な立場からの普遍的な価値を代弁し得るし、死を恐れない献身的な指導者ともなり得る。放棄の指導者としてはそのようなものになっていくのが必然だ。ホブズボームは、貴族が革命家となる場合があること、その際、改心がなされること、貴族のようなものも社会プロテストの形態であり、民衆からそのように見られる場合があることを述べているが、村山一揆でも、類似の改心と転換の兆しがあった。ヤクザ風の人物さえ、放棄した集団の代表者としては、自己犠牲的に民衆的な正義を体現せざるを得ないところに、一揆というものの免れることのできない公的な権威性の伝統があるわけである。今一つ明治5年の新潟県の大川津分水騒動の事例を見ておこう。信濃川分水工事による負担増を直接の原因として、中止のほかに維新政府の新政策の撤回を求める新政府反対的性格の強いものだった。首謀者となった渡辺定助は、元会津藩士、会津落城後に三条町、鴨町などに住んだ無頼の浪人であり、月岡大東は、蒲生郡の浄土真宗の僧で、戊辰戦争に際して会津方に加わった経歴を持っていた。二人とも砂漠派のあぶれ者で新政府に強い反感を持ち、待ち構えていたのである。もう一人の首謀者、川崎九郎次は、右の二人より農民的立場であるが、彼も養子先を宝刀につき離縁になったもので、自分は一回の土をも持たざるものであった。三人は酒乱のあぶれ者、変哲坊主、放蕩者として、日常的には付近の住民の品種を買う人物だった。
蜂起が始まると、この一揆は放火打ち壊しを禁じ、藩主は杭候へども、その他の品は、飯酒は杭候へども、その他の品は、紙一枚も銭を払い候と、規律ある行動をとり、この度、徳川聖地に立ち返り候につき、今年より3カ年、年貢反応を申し付けると宣言し、考察場へ伊勢神宮領と掲げさせたりした。彼らは日常的にも法と無頼の輩となることによって、規制の秩序から脱落していたが、そうした人物であったからこそ、一命を捨てる覚悟で蜂起の指導者となることができたし、民衆の立場に立った正義や理想の代弁者たり得た。農民の不満を利用とする彼らなりの野心があったとしても、蜂起の指導者としての彼らは、一揆の理念に準ずる者と自己形成し、壮絶に死んだ。彼らは無頼の輩としても蜂起の指導者としても規制の秩序に反抗しているのだが、前者では準ずべき理念や理想を見出すことができない脱落者であるほかなかったのに、後者では自らの反秩序性を放棄した集団の代弁者と飛躍させ変貌させている。我がごとき法と無頼のと自称した彼らが、切事一面を捨て、蜂起の指導者となり、また罪を一身に引き受けて立ち退かないところに民衆蜂起というものが持っている劇的性格があった。4. 公用と鬱屈。近世の百姓一揆は世界像の形態としては、爆破性的人生を超える思考を持たなかったと言ってよいが、放棄した集団としての民衆が権力に満ちたものである限りで、外形的には爆破性的な人生を出ない世界像の中に、実質的には身分制支配の秩序原理を打破して、自らの権威と威力に満ちた活動や、より根源的な解放への危機を注ぎ込むものであった。近世の激しい大一揆は、民衆のそうした思考性を知る上で注目される。元文3年の平藩の一揆では、城から一揆勢に鉄砲を撃つと、宗白将弥蔵ははびこり、堀を渡って城へ突入しようとしたと伝えられ、また農民の代表者がまかり出て要求が入れられなければ、拙者どもまたまた打ち寄せして7万石を国土に捕まり候を得て、ご本望愛、推申しべくと述べたという。一揆勢が領主権を領がし得るというのである。また元文4年の鳥取藩では、陰白の信頼をトカゲのごとくなり被りという平等主義的な要求が伝えられ、慶応2年の武蔵の世直し一揆では海郷藩の反響を前にして一揆勢は、この城一つぐらいを踏み落とす義は、これあり候と述べたという。さらに、納屋寺津屋物語と鴨の創立には、次のような著名な一節がある。面切らずの大盗ども、世界にない取り倒しめ、今から我々が心次第にしたいままにするぞや、仕置きが悪しくば年貢はせぬぞ。ご高陵とても望みなし、仕置き次第につく我々ぞ。今日の王様のご役所になろうという我らじゃもの。やれ早く撃ち殺せ、撃ち叩け。小賢しい、その竹槍は何にするのじゃ。世直しの神に向かっては世も働くことはなるまい。この方どもは喧嘩口論、人を害する所存かつてなし。癌の筋、叶えはよし。不承知なれば、その家に挨拶するつもりなり。世直しの神を正体に受けたか、もし防ぐ要件ならば、厳罰を与えんと、我先にと進みける。これらの記録には類似の表現が見られるが、義では今日の王様のお百姓にもなり得るという個別領主権からの支配の脱却の自由が、心次第にしたいままにするという全人間的な解放への願望と結びつく。ロでは放棄した民衆の公用が世直しの神という思考の権威の支配として表彰され、世直しの神にはどのような武器も敵対し得ず、飲食物も自由自在だと意識されている。いずれの場合にも放棄した民衆の現実の力や可能性に比べてはるかに巨大な解放幻想が生まれており、その幻想によれば民衆は全人間的な自由と解放を実現しようとしているのだと言ってよい。だがこのような著名な事例だけが重要なのではない。放棄した民衆が勝手次第に振る舞ったとか、狼藉の限りを尽くしたとか、勇みに勇んだとか、傲慢、長老、武慢をも極めたなどというのは、一揆指導に品質する。百姓一揆が
悪役を想定してそれを除去するように支配者に強制すること自体が、幕藩制社会の秩序原理と全く対立しているために、こうした闘争の渦中では民衆はその日常的生活者としての生とは全く異なった生を生きて、その精神と肉体とを激しく解放する。一揆が圧倒的に勝利した場合には、放棄した集団に体現された精神と肉体との解放が、放棄の終焉の後に持ち越されて、地域社会に新しい気風の生まれる場合もあった。一揆の後で百姓が顔見知りの武士に出会っても、時宜もいたさず、無礼なり貫いて打ちすぐるようになったり、下として上を犯し、わがままなり風義となり、騒動の際の手柄話を得意げにするような雰囲気だったりした。また酒屋に入って酒を飲んでは銭も払わず、その小借財は一円返済せず、強いて催促すれば、おのおの以下が心得るや、皆我々ども命を捨て果たしゆえなるべし。我々ども些細の借銭ありし、手強き催促とは存もよりべからず、参拝休拝し引き取りべしとて、催促人を追い出し、あるいは以来は神仏を拝みより、我々よしを拝め、はいと申し触らすとありさまであったり、日常的にも騒動気分が流れ、世の中検討し、人気悪、金を貸したる人が催促すればなければ返せないもんだ。あまりたたり上がると打ち壊してくれるという挨拶なり、酒屋に行けば酒を貸してくれなきゃ打ち壊すという、質屋に行けばこの品へ5両を貸さなければ打ち壊すという、金持ちは良くなり、誤れているという状況が生まれていた。幕藩制社会の身分制秩序が地域社会で破壊されており、新しい雰囲気が醸成されていることがわかる。この民衆が無礼でわがままで世の中検討した状況が持続的なものであったとしたら、思想史的条件ははるかに異なったものだったろう。しかし、権威と威力と活動性に満ちた民衆が、自らの解放にふさわしい独自の世界像をイメージすることがなかったことは述べた通りである。幕藩制と異なる世界像の方があったが、幕藩制的人生の世界像と分離したものではなかった。新しい世界像の一つの可能性は統一王権を施行するもので、今日の王様のお百姓になろうという我ら邪魔という前日のものがあり、百姓は天下の民、公儀の恩情に預かり申しとして天領たることを求める場合もあった。天皇が困窮する民衆を救済する統一王権たることを期待するものとして、天保8年の野瀬一揆が、帝様より諸ご持統へ申し付け被りというように求めた事例や、百姓一揆ではないが天保改革に際して、この度のご改革については、金銀甚だ不融通に相なりて、人々を大いに困窮せしところより、誰言うとなく死したる天神を祈るよりも、生きた天神様を祈るべしと言い出して、始終の者、金利御所へ先度参りをなして、諸人の難儀をお救いたまう様にとて、という事例も挙げられる。世直しの神、世直し大明神も幕藩制的世界像からの民衆的世界像の分離と自立を表すものとして重要である。天保5年の法度藩の一揆の記録、野沢ボタルでは、世直し大明神は、藩政の実権者野村軍記の悪性を凝らすべき、諏訪明神の命を受けて登場する。それ以外の一揆記録では、一般に放棄した集団の思考の権威と威力を表彰するものであって、民衆を収奪している商業小売貸商に向けて、これを打ち壊し懲らしめるものであった。世直し一揆では、この休民救済の理想は、個別領主権の支配領域を超えた普遍的なものだった。慶応2年の武蔵の世直し一揆では、諸人助けのためなり、諸人助けのためなりと罵って放棄したと伝えられ、一揆の旗や提灯などは、平均世直し将軍、諸国太平、日本休民救うためなどと記されていたという。同じ年の伊達一揆も、辛奪一揆も、休民助け合いのため、万人のためと意識された。右の武蔵の世直し一揆の重要な特質は、開港の影響から、横浜商いの商人が特に狙われたことだった。総勢一度に岩花の五軍大役所を打ち潰し、
勢ぞろいいたし、中山道を押し下り、江戸表に出願を上げ、横浜へ乱入いたし、国病の根を断、万民安陰の心、心願と申し事にござ候と伝えられるように、開港の影響からナショナルな普遍性を持った国病根絶を施行している。こうした施行性はこの一揆を見聞した一知識人が、その身は追わぬ重荷にて、行う者の哀れの心映えなりと称したものであったが、民衆闘争がナショナルな次元で問題を設定し始めていることは、この時期の重要な事態であろう。民衆がナショナルな普遍性を持って救済されねばならないという意識は、慶応3年の英じゃないかにおいても、日本国へは神が降る。当人屋敷には石が降る。英じゃないか。日本国の世直りは英じゃないか。法然踊りはおめでたい。などと歌謡として伝えられている。一揆指導に現れる弥勒の世という観念は、右のような事例よりも世界像としての事実性がもっと脆弱なものである。その一つは、享保8年の長瀞騒動に際して、七伝馬取り戻しを確信した百姓が、今年こそは弥勒の年が参り候と喜び、三味線小唄にて、わがまま主題、天下祭と名をつけて一日一夜、その常勤、重複し、ごまを焼いたというものである。幕府権力が流れ七禁止令を出したことが、お得性のお触れと返され、七伝馬を取り戻すことが弥勒の年と意識されている。嘉永6年の越後国栃尾号の打ち壊しと、慶応2年の辛辣一揆に際しても、弥勒の世という言葉が見えるが、それは一揆ども、食物はもちろん、飲み物、食物はもちろん、着物までも不足なく、誠に弥勒の世をなりけりというように、打ち壊しの際に飲食物、衣類などの供を受けて、放棄した民衆の欲求が心ゆくまで充足されたことを意味していた。どの場合も民衆はある根源的な解放感を味わっているのだが、弥勒の世と幕藩制支配とはあからさまな対立や矛盾を含んでいない。民衆の根源的に解放された世界である弥勒の世と幕藩制支配とが奇妙にも一致していたことは、弥勒の世という観念の前頭に沿ったことであって、土俗的な用語法としてはもとより、富士信仰の経由でこの観念がより思想化された場合にも、そうした性格を離れることがなかった。例えば、弥勒の御代への熱烈な欲求が関白に出されたり、幕府の老中大目付に出されたことも、弥勒の世という解放幻想が幕藩制支配からほとんど自立していなかったことを表している。近世後期の富士道の富士道者であった小谷三子の語録に見える弥勒の世も、幕藩制支配というこの世界の大枠は受容した上で、通俗道徳型の努力によって弥勒の世を実現しようというものだった。安政6年の南山一揆の指導者中原次郎左衛門が、富士道の熱心な信者であったことはすでに述べたが、彼の日記に見える、吹き絞る時世の風の綾なさも、やがて名古屋具、道供養の秋という道家も、発生の大観をのけた後に、通俗道徳型の努力によって弥勒の世が開かれるというものであろう。世直しの神も弥勒の世も具体的な内容が何であれ、民衆のより根源的に解放された世界が独自の表現に到達していたことを物語っている。その場合も、世直しの神も弥勒の世も幕藩制社会と別のものではないことは示されているのであって、民衆のより根源的に解放された世界が幕藩支配と両立し得ないものだということは見通されていない。一揆記録は一揆進展の後で太平になったとか、一揆は一時の災難で太平のようになったとか、記録と述べて記録を結んでいるが、圧倒的多数の民衆は幕藩権力によって権威主義的抑圧的に実現されているこうした人生世界を再び利用せざるを得なかった。こうして特定の悪役を除去したものとしての既存の支配体制が再び民衆を支配することになるのだが、一旦既成の支配体制を利用すれば放棄した集団に体現されていた民衆の権威と威力は消滅せざるを得なかった。大規模な百姓一揆は小農民経営の再生産をも破壊するようなあまりに過酷な収奪を撤回させることが多く、その意味では一揆の成果は決して小さなものではないが、百姓一揆は幕藩制的収奪が百姓成立の大枠を超えないようにフードバックさせて、結果として大多数の民衆を幕藩制的人生の世界の中につなげ止めるという機能を持たざるを得なかった。
そうすると、再びある限界が訪れない限り、かつて起きた集団に体現されたような権威と威力が民衆自身のものとなることはないであろう。大衆が内に持つ怨念を利用すれば、立感を持ちこたえられる。しかし、怨恨は晴らされることによって終焉する。百姓一揆も2、3日から数日程度の期間では偉大な効用を示すが、持続させることは難しかった。理由は複雑であるが、基本的にはより高度の組織性と目標へと大衆を導くことができなければ、憎悪や怨恨の爆発的燃焼からなる大衆の自然発生的活動性は偉大なものではあるが、憎悪や怨恨を晴らすことによって燃え尽きてしまうものだということである。百姓一揆が独自の世界像とプログラムを提起しない以上、この燃焼の後では特定の悪役を除去したものとしての既存の支配体制を受容するしかないであろう。こうした事情は幕藩権力の側からも利用されるのであって、これまでの収奪政策の責任を特定の悪役とだけ結びつけて、農民の攻撃の矛先を幕藩権力そのものからそらすことが可能になる。実際、善玉の家老や軍奉行などが放棄した民衆の前に現れて、これまでの悪役の責任を押し付け、農民の要求を承認するとか、自分が責任を持って処理すると述べ、一揆の収拾を図るのが、一揆鎮定の上等であった。この場合の約束は後に保護にされることが多く、農民が家老などの著名の捺印押印を要求したり、騙されるなと叫んだりして約束履行の保証を求めたりしたが、特定の悪役の想定は他方では前玉への期待につながりやすかったから、こうした手段は有効なことが多かった。延享4年の神山藩の一揆では、藩側が農民の攻撃目標になっている2人の家臣について、百姓ども、渡辺金子両家、取りかかり候ども、取り合い申し間式候、勝手次第に働きなれべく、なれ申しべく旨。これによって、口々、諸子、残らず引き取りという処置を取り、善玉の3人の役人が農民の要求をすべて承認すると伝えると、農民は涙を流して既存したという。寛永2年の睦国桑織藩領の一揆でも、善玉の役人が登場した際の状況が、平雲のごとく徒党ども一番に平服し、三右衛門様お助けありがたくと感ずる声、おちこちに響き渡って、一斉ごと繰り返し、万有の干潟となるしがごとく、一人も残らず引き払えると不思議なりと伝えられている。また、最も反権力の方で農民の要求を認めると伝えても、これまでの収奪政策と結託していた豪農省に対する打ち壊しが、引き続いてなされる場合も少なくない。打ち壊しによって憤激やと憎悪を晴らした後では、善玉役人によって実現されるはずの人生世界が受容され、放棄した集団に体現された権威と威力とが、爆発性的人生への期待へと終焉させられていることに変わりはない。放棄の後でも人々が無礼で世の中検討した状況が持続した場合もあったが、それも権力支配のもとに組み込まれ、百姓中の風俗も静穏に治り、この頃にはお上のご威風重くなり、農民の方が戦議の噂に下方の者ささやき恐れというような状況にならざるを得なかった。こうした状況を生み出す力は幕府や藩の軍事力であるが、慶応2年の一揆のように豪農たちの自衛軍に求められる場合があり、明治初年の一揆では中央政府の様式の新軍隊であった。慶応2年の武蔵の世直し一揆では放棄の後にも世直し的な雰囲気が続いたが、豪農たちは前金施工、質品無題返却、借用証文差し出しの聖書は張り紙を無効とし、幕とこれを申し用い、村役人層を中心にした自衛軍を編成して、世直し的状況を克服していくのである。明治4年の一揆では、新政権の地方支配の機構の一時的な崩壊状況が見られる場合もあったが、最終的には様式の新軍隊が派遣されて、人民恐怖というような状況が実現された。
このようにして権力的支配が再構築されても、限界を超える収奪が是正される限りで、大部分に民主にとっては人生的世界であったろう。その意味で一期後の落首が落ち降りてよく聞き分けて治れば、天下太平、国土豊年。一作とは去年のことよ、この後は国家ともに住める万民というような世界像が、大部分の民主にとっては受容しやすいものであったろう。一般に封建社会後期の小生産者である民衆が自ら権力を組織して有効に運用することはあり得ず、一貫性のある世界図を持とうとすれば、強力な権力の崇拝と域は避けられない。この時期の小生産者大衆が真に解放される可能性を歴史的にまだ持っていないことの表現である。現存の支配権力にのみ権威崇拝を捧げ、自らの解放を託すことは必然的なことではなかった。比較的に見ても、偽ツアーや玉光大帝、神明天使や様々な宗教預言者が登場し、民衆を新しい解放された世界へ導いてくれると信じられ、そうした諸観念と農民闘争が結合した事例を挙げることができる。偽ツアーや神明天使や様々な千年王国説思想などは、百姓一揆の世直しよりも念入りに仕上げられた古代妄想とも言えるし、そうした観点から日本の百姓一揆は、そうした幻想に惑わされないリアルな目を持ったものだとも言える。しかし他方でこうした解放幻想を育てることで、当該社会を支配している政治精神的な権威から民衆が解放されていくことも認めなければならない。その点では百姓一揆が既存の支配体制の中から特定の悪役を除去する性格のものであったために、日本の民衆が支配階級の供給する世界像から自らの民衆的世界像を分立させ、自立させることが困難になっているのである。より広い視野に立って考えれば、民衆的な世界像が幕観性的人生の世界像から明確に分離し得なかった理由は、社会の構造的な性格から言えば、幕観成果の民衆が封建的な小農民や都市民として再生産されていて、この支配的な社会関係から脱落した階層がはっきりとは形成されていなかったことにあろうし、民衆闘争の側からは農民戦争型の大放棄が存在するところで独自の民衆的な世界像が生まれるのだと言えよう。特殊的な近世封建社会においては、権力の網の目を離れて自由に放浪する人々や秘密結社や自由都市が欠如し、自由な辺境や亡命の可能性もないこと、思想史的な有力な宗教的な異端思想が欠如していることに求められる。こうして爆発性的人生世界像の大枠は変革されないのであるが、現実は露骨な権力主義的収奪の世界であるほかないから、そうした現実体験の意味を考えていくことで設定される思想形成の可能性もあったはずである。こうした可能性は多様なものであったろうが、一つの筋道は、豪農クラスの人々の思想形成であって、林家右衛門、三浦明介、菅田八郎などの場合を指摘できる。例えば、官能教訓録の著者、林家右衛門が上下は不死のごとくしという人生的観念を信じて妄想しても、その結果は永入老として報いられるしかなく、結果、格式と権威を重んずる武士階級との接触を避けて、何事も自由なる平百姓が一番良いとするようになった事情が述べた通りである。平場百姓としての八右衛門は、外見上は爆発性社会の権力を受容することになるが、信念と教示を持って行動した人間としては、内心では武士を信ぜず、その人は側天が下の霊なりと、天照皇太子をもよろしく、しかれば、神御一人より下万人に至るまで人は人にして、人はその字においては別に分かつはなかるべし、最も貴賤上下の差別ありといえども、その制度の道具にして天下平らかに浅し面がためなるべしという内面的な平等主義者となる。慶応2年の辛奪一揆の指導者に犠牲られた菅野八郎も、東照大神宮ございますゆえに、天下大変に治り、万民崩落の御世に生まれいながら、東照大神宮を信心なさず者あるべからず、その信心の仕方と申さば、第一、親に功を尽くし、主人、有味は知を尽くし、有心は知を尽くし、家業を出世して、五年具懲役を収め、と爆発性的人生の世界を建前通りに受容し、
無条件的標準の姿勢が色濃いのだが、かりそめにも人を偽ることをせず、二非善悪をわきまえ、弱きを助け強きを制すの胸を含み、少したりとも我が心を出さず、義と真の二つには一名も惜しむべからずと述べるように、彼にとってはその世界は格好主義的な緊張に満ちたものだった。そのため彼は、この説安楽の対何事なりと叱責される霊魂を見たりしながら、完全とした実践者となり、悪徳な役人や特権商人を激しく評断し、明治維新に際しても東北諸藩や新政府に対して民衆的な立場からの鋭い批判を投げかける。これらの事例は幕官制的人生とは異なった世界図を描いていないけれども、幕官制社会の現実に対して批判的な信念を持った主体的姿勢が前者ではやや定感的に、後者では激しく実践的に成立している。田中正造が自分が名主として経験した領主六角家との闘争を解雇して、領主の名のもとに江戸的威厳を加味せるよりなれる無限絶対の権能、それより憐れむべく愚民に対してのが、直家に名らざる者の手足をそぎて一歩も動くあたわざるに至らしめるは、実にわけもなきことでもなり、この一時は世の終わりに忘れるあたわざるところ、世のついに忘れるあたわざるところ、記憶のままに当年の不平を漏らすことしきりと述べているのも、後年の記述ながら類似の事例と言えよう。どの事例も幕官制的人生の世界に住みながら、権威主義的権力的な抑圧性の原理に貫かれたものであることを痛憤し、潜在的にはより人間らしく生きる世界を求めるより強い思考を示している。幕官制的人生の世界像の大枠は崩れていないが、より人間的に新しい世界像が提供されるなら、受容される可能性も示唆されている。豪農層による民権思想の需要が展望できるが、彼らも非合法の暴力的闘争としての百姓一揆を全面的に肯定することはないだろう。放棄した民衆の凄まじい活動性や、民衆自身の権威と威力の大部分が、非日常的な爆発として、歴史の闇の部分に押し込められた上で、日本の近代社会が展開するであろう。